もう皆さんご存知ですね。私はここにいながらたった今も世界中の人たちを健康にしてる、世界中の人たちの心身の健康を仕事にしてる人間です。で、早速やってみましょうね。皆さんその時大事なのは目的をはっきりさせるということですね。ですから皆さん、例えば片方の方が凍ってる、あるいは膝が痛いというようなことを何か目的にしていただくといいですね。それでこれいつものご挨拶です。いつもやってるご挨拶ですね。瞑想会でも講習会でも、また皆さんにお会いした時でもよくやってますね。こうしてご挨拶するんです。飼って生まれてきた人、よく見ててくださいね。今生きてる人たち、これから生まれてくる大勢の人たちにご挨拶します。今日はよろしくどうぞお願いします。実は皆さんの肩こり取れたんですね。なぜかっていうのを説明したいと思うんですけど、私は自分で何もしてないんですね。この存在そのものが私を働かせて、私を通して働いてくれていると、こういう感じなんですね。で、なんでそんなことを私がですねこうして喋れるかと言いますとね、こういうことです。私は古い江戸川慶子屋さん、皆さんこうね、八百屋さんとか魚屋さんとかって言ってくると、ああって分かると思うんですね。でも私はね、ちょっと分かりにくいかもしれないけれども、江戸川慶子屋さんなんです。65年もやってますんでね、アメリカ人なんですよね。で、アメリカ行っても私より古い人はそろそろいなくなってしまった、もうほとんどいないと言っていいですかね。私が一番古参になりましたね。ですから当然ですけど、江戸川慶子について皆さんにお教えしようと思ってたくさんのことを今もやってますね。例えばここに本があります。私がですね、これもねもう30何年前に書いた本なんですけど、人生を変える健康法、もう古い本なんで多分見たことないでしょうね。その後ちょっと新しくなって人生を変える健康法になりましたね。これで私はなかなか本を書くんだけれども自分では読まない男ですね。で、たまたまこうやって読んでみるとびっくりして、いやこれ大変だ、福田先生にお電話しなきゃと、こんな感じなんですよ。皆さんに喜ばれる素晴らしい本です。はい、人生を変える健康法、皆さんの人生変わりますよ。これ読まれると、皆さんは読んでくださいね。皆さんの人生変わりますからね。で、これ人類を救う治療法、このやり方でね、簡単に世界中の人たちを健康にすることができるんですね。それですから私がこの本のタイトルを人類を救う治療法にしたんです。実はこれその前段階があるんですね。この治療で人類を救うというタイトル、同じ本なんだけれども出版社が変わったんでちょっと本の想定が変わりましたね。それからこの本がすごく面白いと思うんですけどね、超意識活用健康法、私は先ほど言いましたがね、江戸川慶子屋さんですよって言って付け加えるんですね。意識屋さんですっていうので、私は意識を活用して治療してるんです。ですから先ほども飼って生まれてきた人、今生きてる人たち、これから生まれてくる人、いいですね。私は皆さんと同じ一つの意識、命の働きを使ってるだけですね。ごめんなさい、使ってるというか、その命が私を使って働いていると、こういうことですね。で、この意識活用で、ここに表紙にですね折り紙がいっぱい出てきてます。これなんかでもそうですよね。この折り紙を使って治療をしてた40年前の話です。今も折り紙使ってるんですけど、後でやってみせますけど話がちょっと違う。それから今度は人を癒す健康法、これはもう25年ぐらい前でしょうかね、書いた本なんですけども、特に指圧について書いてあります。でも基本的には人っていうことはね、自分だけじゃなくて皆さんを癒す健康法なんです。皆さんを癒すと書いてあるから、何とかして何とかしようとするんじゃなくて、皆さんが癒される健康法ですね。そ
それから皆さんなかなか手に入らなくなってしまったんですけど、アマゾンで売ってますよ。売ってますけれどもね、これドリームレッスン、私たちの意識現象の中に夢を見るという意識現象ありますね。人生にとってとっても大事なこと。私は自分の夢を見て、自分の夢について交渉するだけじゃなくて、皆さんの夢も見せていただいて、皆さんの人生に大いに活用することができますね。それから人類がどのようにして始まったかということもこれに書いてます。面白い本ですね。で、一番新しい本って言ってももう5、6年経ったんですけどね、日々の健康法、これが大事なことなんですけど、私たちの健康法っていうのはね、改めてやるもんじゃなくて生活の中でやるもんですね。もういろいろやってご覧に入れました。私が肘をね上げない人間ですよ、肘を張らない人間ですよ。今もそうですね。本持ってます、3冊持ってますけど肘上げてませんね。要するにこういう持ち方しないんです。こうしてですから私は肩を凝るということはない。それどころじゃなくて、皆さんにすごい迫力、私が持ってるというより私を通して働く意識の力を皆さんに差し上げてるんですね。差し上げてるのだから疲れることがない。これもらおうとすると人間って疲れちゃうし、これ縮こまっちゃうんだけど、いつでもこう前差し上げてるんですね。これも大事なことで、いつでも前を見る、前、さらに見るといった時に本当に前を見る。これが日々の健康法なんですね。日々の健康法、いつでもこう前を見てる。そうするとその自分を通して意識、命がこう次から次へと働いてくれる。未来に働いてくれる、今に働いてくれる、過去にも働いてくれると、こんな感じなんですね。ですから日々の健康法で、これね、びっくりするようなことをやってくれるんですよ。これね、皆さんに言われるの、福田先生、これなんでこんなに治るんですかって言うんですけどね、はい、私のは治す本ばっかりですけれども、これ皆さん勝手に治るかな。精神病から始まってかなり重篤な病気でも良くなりますね。そのやり方をこれからご説明しますのでね、必ずしも本当簡単なんです。やってみせると。またやってみせますよ。どうか具合悪いところありますかね。これを目的をはっきりさせるっていうんですね。自分で目的はっきりしてください。私は皆さんが目的をはっきりさせて、私の目的は皆さんの例えばこりなり痛みなりを取るんじゃないですね。に対して意識に働いてもらうと、こういうことですね。ですから私は実は何もしないんです。例えばこの本3冊持ってますよね。この3冊持ってるっていうのが一つの理由なんですけれども、すぐやってみせるんですけれども、例えば1冊を大変失礼ですけれどもね、腰の下に引いちゃうの。もう1冊ここに乗っけるんです。例えばお腹、あるいは胸、あるいは肩にこうつけるだけですよね。簡単ですよね。これ日々になさったらいかがですか。何を言ってるかというと、あなたの肩こり、腰の痛み取れたんですよ。ただね、腰の痛みって言っても重篤なっていうかね、捻挫しましたよとかね、長い間痛みがありますよ、これは取れないんですけれどもね、でも良くなる一つの方法です。これ一言で言って間違いなく良くなる。なぜか言いますね。はい、私たちは生きてる、命、意識というんですけどね、命と意識って同じものです。で、同じ意識を世界中の人たちが全く同じ意識の働きを生きてるんです。知恵と言ってもいいんですね。慈しみと言ってもいいんです。私はそれを知恵と慈しみの生き生きした未来を作る、私たちの体験を作る働きという表現をするんですね。覚えててください。意識、命のことを言ってますね。の生き生きした私たちの未来を作る、未来の体験を作ってくれる、体験させてくれる働きなんですよ。で、その働きっていうのは生きてます。命ですから生きてます。ここからすごいエネルギーで皆さんに出してますね。この前頭骨っていうんですけどね、これものすごいエネルギー。それから尾てい骨のところですね、ここからものすごいエネルギーがこう湧き上がってきます。
私にエネルギー、植物同じですね。植物、地面に根を張って地面のいろんな栄養物、エネルギー、命をね吸収して、それからきれいな花咲かせて、で皆さんを楽しませてますね。あれと同じ、人間もそう、下からものすごいエネルギー出てきますね。はい、足が下と言って構わないんですよ。でもね、人間そのものにとっては尾てい骨のところ、さらに言うと前の方ですよね。尾てい骨から前にかけて尾てい骨がこうやってここですよここですよって言ってると思うんだけど、ですから何言ってるかというと、これ前の方もということです。尾てい骨っていうと後ろだけ皆さん考えるんじゃなくて、前の方もものすごいエネルギーが上昇してる。天からもものすごいエネルギーが降りてくる。ですから交差してるんですよ、すごい勢いで。で、私の考えではこのくらいの広さ、これもねいくらでも広くすることできるんです。地球全体に広くすることができる。で、さっきのご挨拶がそれやってるわけですね。過去現在未来全部広げることができる。ただ一般的にはこの体の周辺のことを考えればいいんですね。これものすごい勢いで上下してるんですよ。で、この本の持っているね、これ書いてある愛は無条件の働き者って書いてある。これが働くんです。愛って無条件、働かせよう、そんなことする必要ないんですよね。ぴょんぴょんぴょんとこうして、でこれ3冊目こういう具合にいろいろつけてみたらどうっていうのが私の提案なんですね。そうすると世界中の人たち、私が言いましたね、私の人生の目的は世界中の人たちの心身を健康にしているぞですよ。だから今もしたんです。皆さん健康にしたんです。ただ皆さんがそういう健康になるという選択をしてくれないと健康にならない。意識、命はね、目的をはっきりさせないと働かないんですよ。ですから皆さんがご自分で選択をすると立ちどころに治ってくれますよ。何度も言います。骨折がすぐ良くなるか、そうはいかない。何ヶ月かかかりますね。それから悪いものを食べて下したんだけど、はい、すぐ良くなるか、そうはいかない。それなりの処置をしなきゃいけないですね。対応と言ってます。そういう対応をされるといいんですよ。今もうこれ私ちらりとつけましたよね。要するに何をやってるかというと、私たちのこれ自身がエネルギーがあるというより通過を良くしてるんですね。命、意識の働きの通過を良くしてる。ですから何でも良くなりますよ、ついでに人生も良くなりますよと、こういうことになりますね。はい。で面白いことまたやってみせるんですけれども、このように日々の健康法という本はものすごくよく聞いてくれる。もちろん他の本も聞くんですよ。聞いてくれるんですね。この端的な例はこんなことでしょうかね。これもしょっちゅうやってみせるんですけど、私はあんまりお酒は飲まないんですけれどもね。例えばこんなことがありましたね。ワインを買ってきたんです。江戸川慶子がワインの赤を、ね、健康にいいと言って勧めるもんですからね、買ってきたんですね。ところがね、そのワインの味がね、何とも言えない、なんかサインしてあるんですね。多分メーカーさんじゃなくて作った人はサインしたんでしょうね。フランス語かドイツ語なんでちょっと分かんないんです、サインがなんだか分かんない。でもサインしてあるんですね。それが飲んでみるとすごく美味しくない。そういった時に簡単に美味しくするやり方があるんですよね。もう瓶からですねグラスに注ぐだけで良くなるんですけれども、注いだということでやってみましょうね。それでも良くなるんですよ。そのグラスをこう置くだけ、5秒かな、置くだけ5秒。そうするとこの日々の健康法の味がするんですよ。こっちへ置くと人類を救う治療法の味がするんですね。5秒ぐらい。人生を変える健康法、これが一番甘くなるのなんでしょうね。もう5秒やってごらんなさい。美味しくなるから。で、人を癒す健康法、これやるとまた人を癒す健康法の味がするの。さらに言うとドリームレッスンにやると過去現在未来で、人類は何か夢って何なんだかっていうことが全部分かるぐらい美味しくなりますよ。やってごらんなさい。そうだからという世界に私たち生きてるんですね。でそれを全部目的をはっきりさせるととってもよく分かりやすい。
ですから私は口を酸っぱくして目的目的目的っていうんですね。目の的と書きますね。で目の的となぜ書いてるかというと、目的をはっきりしたらそれ見るんです。過去現在未来いつでもいいですね。いつでも見続けるかな、見続ける、それが大事なんですね。私が84歳だけれども今ですね、すぐ85になりますよね。例えば、どうしましょうかね。片方の足でこう立って、例えば片方の足でこんなことをこうやるにしてもね、目的をはっきりさせて、それでこうやってこうやってこうやって動いてるでしょ。だから平気でできるんですね。前を見る、いつでも前を見るんですよ。それ先行きますね。さらに行きますと、この福田貴則の超意識体験活用健康法というのがありますね。超意識活用の健康法、これ表紙にね折り紙がいっぱいあるでしょ。折り紙、この折り紙を使った健康法なんです。ですから私のポケットの中、これからいろいろ出てきます。折り紙、これをつけた健康法、体につける健康法っていうのがあるんですね。で私はこれを皆さんにもううん十年お教えしてる。ではっきり分かっていることがあるんですね。先ほどこの前頭骨に日々の健康法を当てましたね。でも同じように聞くのがグレーなんですね。健康法にとってもよく聞いてくれるグレーですから、私は今日は今夏なんですけどね、日差しの暑いところね歩いてきて家に帰ってきたらすぐこのグレーをここにつけるんですね。それでですね、さらに言うといろんな意味で他の健康法も考えなきゃいけないのとすると、これ焦げ茶色、これをね胸椎の2番3番これつけるといいんですね。これ靴下なんですけどね、新品なんですよ。だからご心配いりませんね。これひょいとこうつけるの。胸椎の2番3番はこういうことになりますね。頸椎っていうのがありまして、後頭骨の後ろにあるのが第1番2番の頸椎ですね。それから3番4番5番と前腕してて、それからピョンと飛び上がってるのがこれが頸椎の6番、誰でもピョンと飛び上がってる。その次は7番、やっぱりピョンと飛び上がっています。皆さん T シャツ着た時に見えるところですね。それでその次が7番で T シャツに隠れるか隠れないところですね、盛り上がってます。でもその次の下のところですね、これが胸椎の1番ですね、大きいですね。でその下が小さくなるんですけど、それが2番ですね。2番とこ与えてこれつける、これ5秒でしょうかね。で目的をはっきりさせると皆さんものの目的を体験します。面白いでしょ。これがタッチという健康法の一番ポピュラーなやり方なんです。さらにいきますとね、これは江戸川慶子が100年前に自分の奥さんの肺がんを治したという吸入するものなんですね。無水のエタノールに天然のユーカリのエッセンスと天然の松葉のエッセンスが入ってて、本当は吸入すると肺がんも治りますよというものなんだけれども、こういう使い方ができるんですね。タッチって言います。皆さんまた体の具合悪いところあったら目的はっきりしてみてくださいね。簡単だから。目的はっきりしましたか？しましたね。そしたら直すじゃないんです。こういう時にね面白がる、先を見る。福田貴則これからね素晴らしいことをやるんだね。これとてもいい匂いするんですね。これを先ほど言った前頭骨につける。頸椎の3番4番につける。それから、手が届くか届くかないか知らないけれども、これもね届いたことにしちゃえばいいんですね。この先ほど言った2番につける。それから尾椎の先端につける。大変失礼ですけれども、こういうのは許していただいて、尾椎の先端につけるね。それでね腰椎の4番、これ感覚系の一番大事なところですね。はい、これにつけるということですよ。はい、これタッチと言いますね。良くなったでしょ。皆さん良くなったでしょ。間違いなく良くなる。それからお母さんのポケットじゃないけど、いろんなものが出てきますね。これウィッチヘーゼルっていうんですね。ウィッチって魔法のって意味ですね。ヘーゼルナッツのヘーゼル、要するにちょっと
実がなる植物のことを言ってますね。which is これかゆみ止めなんですね。殿方のひげ剃り跡の荒れ止めとして使えるんです。私はこれ朝晩お風呂から上がったらすぐ、朝起きたらすぐ全身マッサージします。私全身マッサージして見せたでしょ。私は肘を張らない男だからこうですね、肘の位置見てね、これが健康法になるんですよ。こう健康法になるんですね。肘今もこうやってやってると皆さん、私肘動かしてるように見えるでしょ。動かしてないんですよ。ほら足の方が動いてるということですね。こういうマッサージの仕方をされるといいですよ。こういうことですね。それマッサージの仕方しなくても、これ実はスムーズと同じように使えます。これはあんまり香りはしないんですけれどね。はい、これはウイッチヘアですね。さらに言うと面白いもの、ね、お母さんのポケットいろんなの入ってるんですね。これ炭素香っていうんですね。江戸川慶子が炭素香について言ってる、要するに鋼です。私は昔焼き入れの仕事をしてたんですね。甲州派熱連っていうところでね、焼き入れの仕事してたんでよく知ってるんですね。これは炭素香ですから40C と聞いてますね。40C という鋼なんですね。でこれをポケットにこう入れておくと、それでポケットに入れておくと風邪をひかないっていうんですね。ですから私は風邪ひかない。なぜかというとポケット入れてるから。じゃあ福田先生、白衣脱いだら風邪ひくんですか？大丈夫ね。ズボンを履いた時にズボンのキーホルダーにこれがちゃんとついてる。今はお見せしませんけどね、これがキーホルダーについてる。この鼠径部に当てるといいんですね。鼠径部に。それで皆さんまた鼠径部というとお話ししてるんじゃないかな。股関節のことなんですね。鼠径部っていうのは皆さん股関節っていうとこっち考えるんですけど、これ大体のことですよね。関節はやっぱりここかな。鼠径部これくっつけておくと、だから鼠径っていうか骨盤のね、あれが全部よく取れますよと、症状が取れますよということですね。骨盤が柔らかくなると肺も元気になって肺にもよく効きますよ。だから風邪ひかないんですね。ということですね。さらに言うとここにお人形さんがいるんです。で私のタッチという健康法の中ではもうすごい効果がある。ごめんなさい、他の効果がないと言ってんじゃないんですね。ある意味でものすごく面白いんですよ。何を言うかというとね、特に骨盤、先ほど言いましたね、骨盤がとっても人間って大事なんですけど、骨盤が硬くなるんです。年を取ると若い人でもそうですね。疲れると骨盤硬くなる。腰が痛いって言うんじゃないですかね。腰が動かない。でそういった時にとってもよく聞くのがこれタッチというんですね。これ面白いからこれも覚えておくといいですよ。私は自分で歩きながらでもタッチします。先ほど一番最初申し上げたように、私たちはものすごいエネルギーが体を通してものすごい勢いで上下左右に動き回ってるんですよね。で左右の手というのはそれに対してとってもいい働きをしてくれるんですね。ですから症状は何でもいいです。体の具合悪い時、精神的にどうも元気が出ない時にこれなさるといいですよですね。大事なのはこれも江戸川慶子の提案なんですけれども、この手の腕のね外側前側っていうんですかね、前側、こちらもそうですね。手の前側、これにタッチする。で足はこの時もそうですね。私正確に言うと足上げてないんですよ。まあいいですいいです。この内側、ここにタッチするんですね。で私の言葉で言うとこんなになりますね。これぜひ覚えててください。疲れた時、口が硬い時、膝がよく動かない時、簡単に動くようになりますね。はい、右手左手左手右手右手左手左手右手、今交差してますね。交差タッチっていうんですけど、今度は順のタッチですね。右側だけタッチする。右手左手左手右手右手左手左手右手、転んじゃいましたね。右手これで
このお人形さんだからやってくれないけど、ふにゃ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 になったんですよ。皆さんもそうです。私がもう一遍やりますから、体のこり確認してください。で、私は自分の体でやりますけれども、同じようにできるんですよ。こんな感じです。これが面白い、意識を活用するっていうんです。いいですね。これ右手です。これ左手でいくんですね。右手、左手、左手、右手、右手、左手、左手、右手。これね、言葉のあれです。ちょっとつまずいたんですね。この自分の手のことを言ってるんですね。触ってる手じゃなくて。だから右手、左手、左手、右手、右手、左手、左手、右手、右手、左手、左手、右手、右手、左手、左手、右手。皆さん楽になったんですよ。本当。これがタッチ健康法です。ありがとうございました。